それもダメなの？どうもこんにちは、ぐーたらストレッチです。本日はですね、痩せると思って食べてるけど実はそれ太るよっていう食べ物3選です。太るとかもそうなんですけど、そのダイエットの考えちょっと違うんじゃないかなとか、そういうことも入れつつ喋ってます。ケーキとかラーメンとかそういうのが太るっていうのはもう分かってますよね。皆さん分かってて食べてますよね。なんかね、私ね、そういうのはありだと思ってるんですよ。チートデイだから食べるとか、悪いと思ってるけど嗜好品として食べるっていうのはたまには全然いいと思うんですけれど、たまにって私結構食べちゃってるんですけど体にいいとか、これ痩せるものだと思って食べてしまうっていうのってちょっともったいないですよね、さすがに。でもね、そういうものってこの世の中にたくさんあるんですよ、マジで。しかも私結構昔栄養学を勉強したんですけど、最初はそれを聞いた時はあんまり受け入れられなかったです。嘘でしょって。でも勉強すればするほど世の中で常識って言われてることが正しいわけじゃないんだなっていうのがすっごいね、ほんと思いましたね。じゃあまずは1つ目紹介していきたいと思います。ドライフルーツ意外じゃないですか？私昔健康とかに良くてなんかダイエットにもいいんじゃないかなと思ってドライフルーツ結構持ち歩いてたんですよ。フルーツだしなんかちょっと良さそうみたいな。そもそもですけどフルーツってものにもよるんですけれど、果糖がめちゃくちゃ多いんですよ。でそのフルーツの水分を抜いて縮んでちっちゃくなったのがドライフルーツなんですよ。しかもなんかものによってはその周りに砂糖がまぶさされたりとか、もうこれね、まさに砂糖の塊なんですね。でそもそも果糖って何って思う方多いと思うんですけれど、ブドウ糖と果糖っていうのがあって、例えば普通のお砂糖とかはブドウ糖です。で果糖はフルーツとかに結構含まれてるんですけれど、果糖っていうのはね、ブドウ糖と違って肝臓で代謝されるために血糖値を上げないからヘルシーなんじゃないかって言われてたこともあるんですよ。でも実は果糖を取りすぎるとですね、中性脂肪を増やして肝臓にダメージを与えるってことが分かってしまったんです。恐ろしくないですか？なので肝脂肪とかの原因にもなってしまうんですよね、フルーツって。あと皆さんエージスってご存知ですか？大文字のアルファベットで AGE でちっちゃい小文字で S なんですけれど、エージスっていうものがあります。それは老化物質と言われて糖化っていう言い方もするんですよ。でそれはね、体の焦げとも言われてます。食事の中で余分な糖質とかが体の中でですね、細胞などを劣化させる現象なんですよ。シミができたりシワができたり、内臓をはじめとする体内組織に作用してすっごい大きな病気の原因になるんですよ。でね、そのエージスっていうのはブドウ糖より果糖の方がなんと7倍も多く増えるんですよ。嫌じゃないですか？絶対嫌ですよね。ちなみにドライフルーツもダメって言いましたけれど、普通のフルーツももちろんあんまり食べ過ぎは注意です。フルーツの中でも結構糖質が多いものと低いものっていうのがあって、レモンやグレープフルーツなどの柑橘系で、パインとかイチゴとかのラズベリー系とか、あとアボカドとかもですね、その辺は低糖質になってます。なのでその辺のフルーツはおすすめです。なんかこうイメージとして食べた時にすごい異常に甘いフルーツ、例えばマンゴーとかメロンとか、そういうフルーツはかなり糖質が高いので危険です。しかもね、日本のフルーツってなんかすごい異常に甘いんですよ。品種改良すごいされていて、日本のフルーツって甘ければ甘いほど売れるわけですね。でそれってかなり糖度が上がってるんですね。海外のフルーツと日本のフルーツって全然糖度が違うんですよ。いやでもね、甘いフルーツ美味しいですからね、たまに食べるんだったら全然 OK だと思いますけど、健康に痩せると思ってああいうのたくさん取るのにちょっと危険なので、これから気をつけてみてください。で果糖なんですけれど、健康意識高い人ってアガベシロップって聞いたことありませんかね？でアガベシロップって砂糖の代用とかで体にいいと思って使ってる方が多いと思うんですけれど、これもね、果糖が8割ぐらい含まれてるんですよ。なのでこれも危険です。だったら普通のお砂糖使った方がいいと思うので、アガベシロップとか果糖が多いものはなるべくこれから避けるようにしてください。次、
次はですね、カロリーゼロとか糖質オフ系の食品。皆さんコンビニでカロリーゼロとか糖質オフって書いてる商品見たことあります？私は何も知らなかった頃、見つけるたびに買って食べてましたね。もうこれ食べれば太らないんですよみたいな感じで。しかしね、こういう甘い話にはね、裏があるんですよ、大体。食べたことある人には分かると思うんですけど、こういうカロリーゼロ系のものとかって甘いですよね。すごい甘いんですよ。なんでかっていうと、お砂糖とかの代わりに人工甘味料っていうのが使われてるんですよ。結構ね、様々なものに含まれてるんですけれど、こういうカロリーゼロとか糖質オフのものの商品にはね、めちゃくちゃ大量に使われてるので、糖質ゼロとかカロリーゼロっていう商品にはもうふんだんに使われてるんですよね。これ実はね、この人工甘味料っていうのは普通のお砂糖と比べて太るのに、しかも体に多大な影響を与えるって言われてるんですよ。人工甘味料ね、体に悪いのはなんとなく分かりそうですけど、カロリーゼロなのに太るみたいな感じですよね。分かります。でもね、カロリーって言葉に騙されてほしくないんですよね。で、例えば有名な人工甘味料で言うと、アスパルテーム、スクラロース、アセスルファム系などなどいろいろあります。アスパルテームに関しては使用が禁止な国もあるぐらいなんですよ。で、しかも砂糖の200倍甘いんです。アスパルテームを摂取すると脂肪を溜め込む細胞のアリポースっていうのがあるんですよ。で、それが増えるんです。アリポースっていうのは、例えば手首って皆さん多分ちょっと太りにくいじゃないですか。脂肪がつきにくい。こういうところってアリポースが少ないんですね。一時的に痩せてもアリポースっていうのが増えるので、脂肪を溜め込みやすい体質になってしまうんですよ。しかもね、発がん性も発見されてるんですよ。で、スクレロースは農薬を作る段階で発見された甘味料って言われていて、農薬っていうぐらいですからね、腸内細菌を破壊してしまうんですよ。ダイエットや健康や全てにおいて腸内細菌が大事っていうことはさすがに皆さんも分かりますよね。で、アセスルファム系、肝臓にかなり大きなダメージを与えてしまうって言われています。なぜならね、ああいうものを代謝できないんですよね、肝臓が。しかも免疫力も下がると言われています。今のところ人工甘味料やばくないですか？全然摂取したくないです、私は。しかもですよ、人工甘味料ってお砂糖と同じように甘みを感じてしまうので、脳が勘違いしてインスリンを出してしまうんですよ。で、結果太るっていうことですね。正直ね、人工甘味料取るぐらいだったら普通のお砂糖の方がよっぽどマシなので、例えばじゃあここに普通のお砂糖が入ったお菓子、ここにカロリーゼロのお菓子がありました。絶対に買うなら砂糖が入ってる方です。絶対にそっちを買ってください。もうね、カロリーゼロとかね、もう騙されないでください、本当に。もう皆さんできる限り人工甘味料の食べ物を排除する生活を私は祈っております。私はね、結構ぐうたらなんですけれどね、ぐうたらで最小限の努力で健康でかつ痩せていたいっていうのがあるので、あんまりね、そういうのを食べないようにしているんですよ。はい、では3つ目、次はですね、ノンファット食品やローファット食品。どういうものかっていうと、要するに低脂肪とか脂質カットとかそういうものの商品です。結構ありますよね。本当これ私ね、声を大にして言いたいです。さっきの人工甘味料のカロリーゼロのお話綴るんですけどね、皆さんね、もうカロリーってカロリーを気にしすぎです。そもそもね、カロリーって何だと思います？カロリーって空気中で火をつけた時のそれの熱量なんですよ。もともとね、石油の品質を表すために熱がどれぐらい出るのかなって測るためのカロリーメーターっていうものがあったんですよ。で、その機械が1920年代に栄養学の世界に入り込んできたんですね。で、空気中で燃やしたものが人間の体で同じことが起こると思いますか？空気中で燃やしたことと人間の体で代謝される構造は全然違うんですよ。例えば糖質とか脂質とかタンパク質の代謝のされ方、それぞれ違うんですね。で、その中で油を空気中で燃やしたら、それは油が一番燃えるに決まってるんですそりゃそうですよね。他にもいろいろあるんですけれどね、そのイメージのせいで油イコール太るっていうイメージがついてしまったんですよ。昔の人は現代人より今より多くの油を取ってたんですよ。
脳の 60% っていうのは油でできてるんですね。でそれで体って60兆個の細胞でできてるんですよ。でその細胞膜やホルモンを形成する材料っていうのが油なんです。で体脂肪が増える原因っていうのは脂質じゃなくって糖質なんです、基本的にはね。しかもね、脂質っていうのを取ると満腹感を出してくれるホルモンのレプチンっていうのも分泌されるんですよね。でそれで食事の量が減ったりとか、良質な油ってもうとにかく取った方がいいんですよ。たくさん痩せ体質にもなりますし、代謝も良くなるし、もうね、私脂質を制限する指導するトレーナーさん結構いらっしゃるんですけど、私ね本当にそれって危険だなって思っちゃうんですよね。油だって肌も多分カッサカサになりますよ。今の人、例えばでも妊婦さんとかにも特にそうですよ。だから高齢の方、若い子もそうですけど、もうとにかく脂質は意識して大量に取った方がいいです。現代の人はささみばっか食べてたら痩せて体にもいいっていう考えは今すぐ捨ててください、本当に。でさっきから油って言ってますけど、やっぱり危険な油っていうのもあるんですよ。体に全然良くない。例えばですね、加工油とか食物油、サラダ油とかトランス脂肪酸のことですね。トランス脂肪酸はマーガリンだったりとかショートニングのことですね。もうね、これは本当に最悪です。体にとっても。家にあったら捨ててください。キャノーラ油もあんまり良くないですね。ちなみにさっき言いましたけど、マーガリンとかショートニングとかのトランス脂肪酸はあれは国で禁止のところも結構多いんですよ。食べるプラスチックなんかっても言われたりとかしてます。一個一個なぜダメなのかっていうのを説明したいんですけれど、こうなってしまうとね、時間がいくらあっても足りないので、ぜひ取った方がいい良質な油っていうのを紹介したいと思います。ココナッツオイル、エクストラバージンオリーブオイル、バター、牛脂、ラード、魚の油、ごま油、アボカドオイルなどなど、これらの油はもう意識的にたくさん取るようにしてください。例えばですね、ご飯とか行った時とかに鶏肉の皮とか、家でご飯作ってる時もそうですけど、剥いだりとか鶏皮を避けたりとか、もうそういうのも全然しなくていいです。焼肉行っても油の多いお肉を食べるようにしてください。むしろ皆さん油足りてないので。あとサラダとかにかけるドレッシングなんですけれど、あれもね、ノンオイルとかにするのもやめてください。実はですね、ビタミンと油っていうのは一緒に摂ると吸収率もアップするんですよ。なのでね、ノンオイルドレッシングを選ぶのには体にとってあまり意味がありません。油を抜いてむしろ太るっていうわけではないじゃないんですけれど、周りにもあって体には良くないと思うので、ちょっと今日ちょっと趣旨は違うんですけど、ちょっと入れさせてもらいました。もうこれはね、ちょっとどうしても伝えたかったんです。私脂質制限してる人が多すぎて、本当に。本日はですね、第3選紹介してもらいましたけども、多分聞いてる人によってはそれもダメなのってなるようなものあったと思います。私も最初受け入れられなかったので分かります。ですがね、やっぱり私もぐうたらなんで分かりますけど、食べたいものは食べたいし、食事制限とかあんまりしたくないんですよ。めっちゃ分かります、その気持ち。なのである程度ね、食べちゃいけないものとか選んだ中でちょっと食べ過ぎるとかだったらまだね、体での負担も少ないんだろうし、多少のスタイル維持には役立つと思います。私はそのめんどくさがりの代わりに食べるものはちょっと選んだりとかしてます。たまにラーメンとか食べちゃうけどね甘いものも食べちゃうけどね。そんな感じなのでね、私結構栄養学詳しいので、もし質問とかあったらコメント欄とかにどしどしコメントしてください。では本日の動画がちょっとでもいいなって思った方は高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。グダガストレッチでした。じゃあねー。